皆様こんばんは、みえちゃんです。先に行く前にね、皆さんにぜひお礼をしなくてはいけないんですけど、前回の動画でね、ハイプっていうのあれがすごくてね、ずっとね、大盛りじゃなくてね、大盛りは私のご飯だ。大盛り上がりっていうのあれが、表示が消えなかったんですよ。ここにね、証拠写真撮っといたんだけどね、こんなのね、見たの、初めてだからびっくりしたんですけどね、動画の分析情報を見たらね、皆さん最後まで動画を見てくださってる方が多いんですね。これってね、すごく嬉しいことなんですよ。ただね、視聴数が多いだけじゃね、意味ないですからね、ちょっとクリックして、ほとんど見なくてもね、カウントはされますから、ずっと最後まで見ていただいてるっていうことはね、本当にありがたき幸せです。本当に拙いね、動画に皆さん本当にたくさんの応援をありがとうございます。引き続きこれからもよろしくお願いします。はい。てなわけでね、今日は節分でした。明日は立春でもうね、暦では春です。春はね、本当に名のみでね、今日はこちらは雪も降りました。ご自宅でね、お庭外なんてね、豆まきをね、今頃やってる方も多いでしょうね。そして最近ではね、何やら恵方巻きなんていうね、関東地方にはね、昔はなかった、縁起担ぎっていうのかね、習慣が出てきましてね、ぶっとい太巻きをね、食べるとかね、皆さんやっておられるでしょうが、私はね、貧乏なのであんな高いもの買えませんので、よだれを垂らしてスーパーの広告を今年も眺めて終わるんだろうなと思います。風さんね、去年の節分ではね、恵方巻きじゃなくて確か納豆巻きでしたね。どこまでも経済的な人ですよ。ところでね、昨日今日はね、2つの大きなニュースがありましたね。一つはね、風さんが夜中に上げたインスタの投稿。摩訶不思議な。はい。そしてもう一つはグラミー賞ですね。なんかダライラマも取ったんだってね。へえと思いましたけど、今年の最高峰の受賞者はなんと、バニーね。日本語にすると悪いうさぎちゃん。この人は俳優でもあり、ラッパーさんでね、プエルトリコの出身で、全曲なんとスペイン語のアルバムが最優秀賞を取りました。英語以外のスペイン語の曲が受賞するのは1965年にスタン・ゲッツとねアストラッド・ジルベルトがねポルトガル語のボサノバで取って以来なんですよ。これにはねびっくりしましたね。イパネマの娘なんていう曲もありましたよね。Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes working なんてね、知ってます？あの頃ね、セルジオ・メンデスとブラジル66なんていうね、バンドがいてね、マッシュ・ケナダとかね、世界中でヒットしました。おありあいお、おばおばおばってね、おばって言うとね、自分のことみたいだけど、ラテン音楽好きなね、私じゃなくてもご存知の方多いと思います。それ以来ね、ラテン系音楽のグラミー賞は本当に快挙なんですね。そして最優秀レコード賞は2年連続のケンドリック・ラマーですね。この人はもう超有名なラッパーでシンガーソングライターです。そしてね、ビリー・アイリッシュが最優秀楽曲賞を取ったんだね。ワイルド・フラワーっていうね、曲で、私この曲好きなんですけど、たまりでも歌ってました。そして今回何より注目されるのがプレーマでソングライティングを手掛けたトバイアス・ジェッソさんがね、最優秀ソングライターにノミネートされてたことですね。トバイアスさんといえばね、ハチ公で共同作曲者としてクレジットされてたとても大事な音楽仲間ですよね。そのトバイアスさんがね、ノミネートされたということはね、何やらグラミー賞の匂いがね、風さんの近くにもだいぶ漂ってきた感じがします。まあ、グラミー賞っていうのはね、世界中の音楽家にとっては最終目標のようなね、世界最大の音楽的ご褒美っていうのがね、厳密に言えばアメリカという国のね、音楽業界にアピールしたというか、業績を成した人にあげるものですね。そしてそんなグラミー賞の発表はどこ吹く風でね、
文字通りどこ吹いたんだって感じで、風さんたら夜中に不思議なインスタ投稿してたんですね。私この前も言ったんですけどね、風さんってグラミー賞だとかね、なんとか賞とか、それはもらえばね、素直に喜ぶでしょうけれども、それが目的で生きてるんじゃないってことですよ。もうね、インドでのね、インタビューでも散々言ってるように、常に自分を磨いていることしか考えてない。そしてみんなの幸せのためだから。だからこそ節分というね、節目に投稿でもわかるように、そういう華やかな世界とは関係なく姿なんですね。はい。でね、なぜ節分にこの動画を上げたんでしょうね。またまたいたずらっ子の風さん、私たちに例によってクイズを仕掛けてきましたよ。これがどんな意味なのかね。当てたら偉いなんて言ってるんでしょうかね。だけど風さんのルックスにね、注目しちゃってね、この表情を見てりゃもう何もいらないっていう人もいるでしょうね。この投稿はね、果たして何を意味するのか、私の感想をね、これからお話しします。これはあくまでもね、私が感じたことなのでね、皆さんの感じたことも後でコメントでシェアしてくださると嬉しいです。まあ、風さんすっかり黒髪になってね、いいですね。黒々としたね、濃い眉の下の優しい目ね、本当に綺麗な人ですね。山本周五郎が時代小説に描くね、美男子の侍みたいですよ。私はこの日本男児らしい風さん大好きなんですけど、白髪ヘアっていうの、どっから見てもね、ブロンドにしか見えないけど、あれもいいですけどね、やっぱり天然のままの黒髪っていいですよね。じっと見てるとね、何かしきりにうなずいてますね。何か人の話をじっと傾聴している感じです。私ね、この風さんの侍ライクな顔とね、うんうんとうなずくのを見て、ある人を思い出したんですよ。それはね、山岡鉄舟という幕末のお侍さんでね、この方17歳の時から禅の修行もしていて、禅の達人とも言われた人なんですね。でね、この方もちろん剣の腕もすごかったんでしょうけど、身長がすごいんですよ。当時で6尺2寸ぐらいあったっつうんですからね、当時としては破格の背の高さですよ。ルックスもね、ここに写真ありますけれども、結構ハンサムでね、ちょっと背が高くてね、ハンサムなんて風さんみたいですよね。江戸のね、お侍って結構素敵な人多いですよね。これね、勝海舟ね、いい男ですね。はい。この人モテモテだったからね、子供作るのめっちゃうまかったっていうね、噂もあるんだけどね。そしてこれが新選組の土方歳三かな。これショパンじゃないですから。はい。でね、また裏通りにそれちゃったけどね、この風さん見ているとね、しきりに、そして真剣にうなずいてますね。そして悲しそうな表情にもなって、相手の気持ちに寄り添う場面も見られます。そうかーっていう感じでね、全部受け止めて聞いてくれているって感じですよね。実はね、この山岡鉄舟さんがね、このインスタの風さんみたいだったんですよ。この山岡鉄舟さんはね、勝海舟と一緒に西郷隆盛に直談判してね、江戸城の無血開城したことで有名なんですね。そしてね、江戸城が火だるまになることもなくね、東京という都にスムーズに移行させたということですね。もう大勢の人命を救ったんです。そして西郷さんがね、金も名誉も命もいらぬ人は始末に困るわと苦笑いしたそうですよ。はい、つまり無私無欲、ね、無我ですね。それが西郷さんの心を動かした。ここでもね、善というものがこうそうしたわけです。はい、その無私無欲では負けず劣らずの風さんですが、節分の真夜中、恵方巻きどころかね、人生に絶望している人もどこかにいるんではないかと、そういう思いからあのような投稿をしたのではないかと私は思うんですよ。風さんに向かってね、一方的に話してもね、風さんがうなずいてくれるという、そういう場面にもなりますよね。クリスマスの時のソイというね、ソイっていうのはね、スペイン語で私という意味ですね。だから私はあなた
と言ってね、みんなのハートを温めてくれましたよね。あれと同じような感じですね。そして風さん結構最近英語だけじゃなくてね、スペイン語にも目覚めてきたのかね。嬉しい傾向です。山岡鉄舟のもとにはね、多くの人が人生の悩みや困難を相談しに訪れてました。だけどね、鉄舟と対面して話してるうちにね、いつの間にかみんな悩みを忘れちゃって、どうでもよくなっちゃってね、そして明るい気分で書いたって言われてるんですよ。そのことを風さんを見てるとね、思い出したんです。もう一方的に聞いてあげてますよね。もう無条件の愛ですよ。この風さん見てるだけでね、癒された人多いんじゃないかと思います。そして鉄舟の言葉でね、晴れてよし、曇りてもよし、富士の山元の姿は変わらざりけりっていうのがあるんですよ。晴れでもね、曇りでも富士山はそのまんまの姿でいるんだと。これね、どういうことかっていうと、晴れでも曇りでも周りの天気がどんなに変わっても富士山はそのまんまの姿でいるっていうことで、人生いいこと悪いこと、嵐のような時もありますよね。英語で rainy days とも言いますけれどもね、困った時と言いますか、そういうことがあっても自分の捉え方で苦しみはなくなるよという意味なんですね。まさにこれ禅の教えですね。私もね、いつもしつこく言ってる通り、全ての苦しみは自分で作っているんだということなんですね。これで何か思い出しますよね。そうですよ。満ちていくの歌詞ね。晴れてゆく空も荒れてゆく空も僕らはめでてゆく、あれと同じですよ。はい。晴れようが曇りだろうがね、富士山の美しさは変わりません。そしてね、この優しい風さんのうなずく顔を見てね、もう一つ思い出したのが、ミハエル・エンデっていうね、ドイツの作家が書いた「モモ」っていうね、童話なんです。これ童話ですけどね、大人向けでもあるんですよ。十分大人が読めます。この主人公のね、ももっていう女の子なんですけどね、今回の風さんを見て思い出したんですよ。これは読んだ方もいらっしゃると思いますけれども、もう昔からの私の愛読書でね、小さな不老児の女の子が主人公なんですけれども、いつもね、継ぎはぎのボロ服を着ていてね、プレイマイ MV の風さんみたいですけど、廃墟に住んでるんですよ。でね、小さい女の子なのにそこへ大人も子供も話を聞いてもらいに行くんですね。そうするとみんな幸せになってしまうというね、不思議な能力の持ち主なんです。その能力っていうのはね、超能力でも何でもなくて、ただ話に耳を傾けるだけなんですよ。今回のね、インスタの風さんがそれみたいなんですね。それだけでみんな悩みが消えちゃうんですよ。とかくね、人はね、グラミー賞じゃないけど、ご褒美を求めてね、ご褒美欲しがるから腹が減っちゃったり、あと人の話をね、聞いてるつもりで自分のことばかり話したりね、私ももう耳が痛いですよ。一方的にね、話を聞いてあげるっていうのはね、裏を返せばみんな自分の話を聞いてほしいわけですよね。自分がってなるとね、とにかく自分の話を一方的に聞いてほしい。私が一番大変なんだからと。これが今の時代の人の心理でね。だからセラピストとかカウンセリングが流行るんでしょうけれども、やっぱりね、ミハエル・エンデや山岡鉄舟やインスタの風さんのようにね、とにかく人の話を真剣に聞く、または自分をなくして相手の立場をまず考えるということはね、取りも直さず自分を癒すことにもなるんだと私は思うんですね。自分にとらわれているとね、苦しみは大きくなっちゃうんですよ。だから人の立場に身を置いてみる。お釈迦さんが言いましたよね。子供を亡くしてね、もうどん底でね、嘆く女性にお釈迦様が言いました。村中でね、死人の出なかった家を見つけなさいと。そうすれば苦しみはなくなると。はい。そして探しに行きました。死人がね、一人も出ない家なんて一軒もないわけですね。みんな苦しみはあって同じなんだと、そういうことが分かって苦しみから解放されたという有名なお話があります。思うんですけどね、私はまだまだできないんですよ。でもね、
みんながね、どこかでそういう気持ちを持っていればね、世の中すごく良くなると思うんです。風さんはそのあたりもね、インスタで言おうとしたんじゃないかななんて思っちゃったりしたんですけどね。そしてね、最後に豆まきなんですけれども、皆さん、鬼は外、福は内ってやりますよね。鬼なんか外へ出ていけ、いいものだけ家に来いってね、神社で祈る時もそうですよね。でもね、神社でね、すべての苦しみを自分に与えなさいって祈ってた人が昔いたんですよ。ね、これも随分昔の人で戦国時代の武将山中鹿之助っていう人なんですけどね、我に七男八苦を与えたまえと言ってたんですね。はい、七男八苦っていうのはもうありとあらゆる苦しみのことですよ。なかなかそんなことね祈れないですよね。すごいね。でもね、同様でね、鬼は外じゃなくてね、鬼は内で引き受けたっていう歌があるんですよ。皆さん知ってます？これね、実にいい歌でね、大好きなんで、最後に紹介しますね。これね、鬼だからってね、むやみに拒否しないでね、うちでペットみたいにして仲良くやろうっていう歌なんですよ。例えばね、うちに鬼がいたらさ、首に鎖をつけちゃって、泥棒なんかが来たらさ、ワオって吠えてもらおうよって言うんですよ。はい。うちに鬼がいたらさ、僕がお散歩させるよ。威張ってる子がいたらさ、こらーって言ってもらおうよとかね。はい、もう犬みたいに飼っちゃうっていうことですね。そして一緒にね、うちに鬼がいたらさ、一緒にこたつに入ろうよ。鬼は爪が長いからみかんを剥いてもらおうよってね、とにかくね、可愛い歌なんですよ。もう愛でいっぱいの歌です。ご存知ない方はね、ぜひ聴いてみてくださいね。心がほっこりします。これもね、同様ですけど、すごく深いですよ。鬼を追い出さず、鬼と共存する。ね。鬼とは人生で歓迎されない出来事のことでもありますね。風さんの満ちてゆくの荒れた空のことですね。それもめでていこうと風さんも言ってます。この人生でね、起こることはね、何が起きても全てが尊い、二度とない貴重な経験なんですね。はい。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは風さんの愛にあふれた活動を通してインド哲学や禅などの教えの助けを借りながら幸せに生きるコツをエンタメ風に皆さんとシェアしているチャンネルです。ずるずるとレトロな無駄話が多いですが、それでもいいやとお思いの方はチャンネル登録、グッドボタン、ハイプなどなどよろしくお願いいたします。それでは皆様、今日はこの辺でさようなら。